はい、皆様こんにちは。乳がんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、酒井さんをゲストにお招きしています。酒井さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、酒井さんはですね、2019年の6月に、全摘手術を受けられまして、その後はですね、タモキシフェンとそれからリュプリンの治療を受けられていらっしゃいます。で、今回はですね、その手術のお話とそれからお薬のお話を中心に伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ酒井さんすいません。2019年の6月に、全摘手術を受けられていらっしゃいますけど、それまでその手術までにまずどんなことがあったか、はい、お話ししていただいてよろしいですか？はい。私、2017年の10月に三男を出産しました。その1ヶ月三男ね。3番目の三男です。はい。はい。で、その授乳中に胸にしこりを感じて、で、なんだこれと思って乳腺外科に行きました。でその時はエコー検査をして、で、悪いもんではなさそうなんですけど、念のために3ヶ月後にまた受診してくださいということだったので、3ヶ月後にまたエコー検査するために乳腺外科に行きました。で、はい、その時はもうこれで何の変化もないんで大丈夫ですよってことで、そのまま過ごしていました。じゃあずっと授乳してたんですよね、その間。なんです。しこりがあるけれども大丈夫だっていうからいいんだと思いながら授乳してました、ずっと。はいはい。はい。で、それから1年後ぐらいにもう授乳も終わったし、しこりも気になるし、ちょっとマンモでも受けとこうかなって軽い気持ちで乳腺外科に行ったんです。また別のところです。はい。毎年20代後半からマンモが受けてたので、もともと行ってたところに受診して、でその時マンモとって乳がんですと言われました。そのじゃあ妊娠中はでもマンモはやってないですよね。前の年はやってないんですよね。そうなんですよ。はい。そうですか。それはじゃあちょっと1年間そしたらしこりを感じつつもそのままだったっていうことですよね。そうですね。気持ち悪いなと思いながら、はい。なんかこれは結局がんだったんだって、何だったんだろうって、後悔が今でも残ってます。あの時もうちょっと踏み込んだ検査をするようにお願いしたらよかったとか、別の病院に行ってもう一回検査してもらったらよかったってすごく後悔してます。なぜ知識がなかったので、私乳がんの。いえいえ。その授乳中にそのしこりを感じた時は乳腺科に行ったんですか？はい、乳腺科に行きました。なるほどなるほど。授乳中だと分かりにくいですもんね。胸が張ったりして。分かりにくいとはいえ針生検とか何かしたらよかったのにってはい、分かりました。そして、マンモの結果乳がんということが分かって、そこからどんな風に？そうですね。で、クリニックで針生検をして、プラス5っていうことだったので、そこから大学病院に紹介状を書いてもらって、で大学病院で組織診をして、でそこで乳がんのタイプ、サブタイプがある程度分かったと。はい。で、術前検査として、ペット検査、MRI 検査をしたっていう感じですかね。はい。そして術式はどんな風に先生とお話があったんですか？先生は部分切除で全然大丈夫だよと、しこりもペット上1センチに満たないぐらいだからもう全然部分でいいよって言われたんですけど、私もうなんかちょっとでも再発のリスクがあるんだったら部分切除だと局所再発のリスクが若干あるっていうのを知ってたので、もうそれだったらもう全摘でっていうことで私の意思で決めました。先生は部分でも大丈夫よって言ってた。はい。
そのなんかその全摘にしようっていう決めた要因っていくつかあったんですかね。そうですね。まずは1つ目は部分切除だと再発のリスクが若干あるっていうこと。2つ目が放射線治療。部分切除なら放射線治療しなくてはいけないと言われたので、私放射線治療したくなかったので、っていうこの2点ですかね。全摘を決めた理由として。あとあれですかね。まあね、母乳も終わってとか。そうですね。はい。3人子供を産んでまして、で、もう、授乳でもうよく働いてくれたので、もうお疲れ様っていう意味もありまして、もう全摘に踏み切りました。ご主人は何ておっしゃってたんですか？主人はもう先生が部分切除って言うんだし、傷口も大きくなるんだから部分切除にしたらって言ってました。ただもう私の意思が固かったので、全摘って言って固かったので、もう、患者の意見を尊重っていうことで全摘になりました。じゃあもうスパッと決めた感じですか？そうですね。もうがんって言われた時点でもう全摘って決めてたので、誰に言われても揺るがなかったです。じゃあ怖いとかそういうことよりは、すっきりで、リスクがちょっとでも少ない方がいいっていう感じですね。なるほど。で、その2019年の6月に実際に手術を受けられて、どうでした？手術の時何か大変だったこととかありました？私、痛みに強いのか、手術の当日も翌日もあんまり痛いというふうに感じなくてですね、ロキソニン、痛み止めの処方があったんですけれども、私、先生に、もう痛くないし、ロキソニンいりませんって言ったんですけれども、医師からは、ロキソニンには炎症を抑える効果もあるから飲んでっていうことで、無理やり痛くないけど飲んで。痛くないけど飲んでる。苦痛は全くなかったですね。ドレーンが気持ち悪いぐらいで、全く生きてからどうこうっていうのは全くなかったです。ドレーンにその肺液がこう出てきていて。そうですね。なんか気持ち悪いですよね。何かが入ってるっていうのが気持ち悪い。ただそれだけって。それは何日ぐらいで抜けたんですか？ドレーンは。2週間入院したんですけど、そうなんだ。肺液が全然減らなくってって、10日ちょいぐらい、12、3日、入れてました、ドレーン。長い方って言ってました。それを抜いてから退院されて。退院しました。抜いた次の日かな。その退院した後、今度はどんなことありました？退院した後もやはり肺液が溜まって、肺液を抜くために通院しました。通院してとか1回だけなんですけど、外来に受診して、です。その中にこうタポタポ溜まってるような感じが、なんか液体が溜まってるなっていうのが肉眼でも分かるようなぐらい肺液溜まってました。で、あれですかね、注射を刺して、こうキューッとこう抜くような感じ、中の液体を。で1回で終わったんですね。それは1回で終わりました。でその後は溜まってこなかったんですね。で今2年半経ってますよね、手術終わってから。それまでに何かありました？他に。傷口らへんにニキビみたいな出来物が2回ほどできました。でこれも、結局出血する形になったんですけど、ニキビみたいなところから出血したんですけれども、その後綺麗に消えたので、全くなしみたいな感じですね。じゃあ手術後はそんなに大きな問題もなく
て、そうですね。痛みもないし、はい。腕とか上がりにくいとかはありますか？全くそんなのはなかったですね。リンはい。パは取ってないんですもんね。リンパ節は。はい。リンパは取ってないです。なるほど。全摘にしてよかったと今思ってはい。いらっしゃいますか？思ってます。すっきすっきりしたりして。気持ちですね。はい。今はそんなに再発とかいうそういう不安はない。再発の不安は何か体に不調があったら再発転移っていうのは頭によぎりますけれども、術後もう2年半経ってますので、だいぶメンタル的に落ち着いたといった感じですかね。はい。その手術の前はその気持ちはどうでした？不安とかはどんな感じだったんですかね？手術前は、そうですね、がんになると思ってなかったので、がんイコールなんかね、命がなるみたいな感じですごく怖くって、自分もいつかっていうかもうこの乳がんで亡くなっちゃうんじゃないかってすごくいつも不安でした。はい。ですよね。怖くて周りにも誰もその同僚の方がいなくって相談できる人もいない、孤立です本当に。わかる。あさこさんのフェイスブックに加入させていただいて、その時にオフ会がちょうど大阪であったので、本当にそこに救われたっていう感じです。孤立から。はい。酒井さんが手術受けられる前に大阪でお会いしたんですよね。はい、そうです。その時に酒井さんまだ髪の毛すごい短かったんだよね。そうなんです。今すごい伸びててびっくりしちゃったんだけど。ヘアドネーションする予定にね、すごいですね。はい、ありがとうございます。じゃあこの後ですね、今度はリュープリンとタモキシフェンの治療を受けられているところの話を伺いたいと思います。じゃあちょっと電気つけていいですかね。電気つけてもうめっちゃ気になっててごめんなさい。私怖いと思って。もうめっちゃ怖い。すいません。なりますね。もうずっと暗くってもう暗闇で会話してるみたいな感じになっちゃってた。すいません。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、はい、ここからですね。今度は、術後からタモキシフェンを内服と、それから、リュープリンを、注射を打たれているということで、2年半ですよね、そちらも。そうですね。はい。今までどんなことがありました？リュープリンをなぜ打とうとなったのかとかお話ししていただけると。術後、病理検査の結果が出て、で私のがんはそんなに立ちの悪いがんじゃないというか、おとなしめのがんだから、年齢も40歳ということもあって、担当医はリュープリン打たなくていいよと私に言ってきました。ただ私はもうできる治療をなんかしたかったので、私の強い意志でリュープリンをすることになりました。すごいですよね、それも。なんかね、一回やってみて、耐えられないほどの副作用だったらやめたらいいわっていう軽い気持ちですね。やってないのにやらないっていう選択肢が私の中にはなくって、とりあえずやってみろってところから入りました。すごい。じゃあ内服、タモキシフェン内服しながらリュープリンを、最初は3ヶ月に1回でした当時。1回目は、1ヶ月分、1ヶ月用のリュープリンを打ちました。でやはり
ホットフラッシュ、うん副作用としてホットフラッシュに抑うつ、不眠、あと関節痛、筋肉痛、うんあとめまいですね。回転性のめまいでも私運ばれました、救急車で。はい。すごく副反応が出てきました。はい。注射の方が強いんですかね。そうですね。注射の方が結構副反応が強いというふうに医師からも看護師からも言われました。でもまあ我慢はできるので、痛みっていうのは我慢できることなので、私ははい、続けることを選択しました。それと最初1ヶ月の注射を打って、はい、その後は3ヶ月3ヶ月おきの注射を1年ぐらい、1年かな、1年弱ぐらい続けました。はい。まあ、これでね、ある程度副反応とはこういうものかっていうのも分かりだしたり、あと副反応もちょっと和らいだような気がしたんです。関節痛がなくなったり、で副反応の種類が変わったっていう感じですかね。はい。なんか痛みがメインだったところが、最近では物忘れのひどさとか、あと抑うつとか不眠とか、まあそういう感じで切り替わってきました。すると最初はホットフラッシュと関節痛が辛かったけど、最近ではその抑うつとか不眠はそうですね。どっちかっていうとこうなんかメンタル的なメンタルの方ですね。感じですね。ザ更年期っていう感じですかね。に切り替わった感じがします。なるほど。でもあれですか、それでもコントロールできる範囲内っていうか。そうですね。全然コントロールできてます。酒井さんあれですよね。メンタルすごい強くなったってさっきねおっしゃってたんですけど。もう最初は本当に不安で、私があまりにもネガティブ、投稿を Facebook の朝子さんの X グループになので、朝子さんがズームミーティングとかを開いてくれて助けていただいたと。今は本当に強くなったんでしょうか。大丈夫です。はい。恐怖が減りました。だって全然今なんかお元気そうだもんね。私より元気そうだもん。元気ですね。むしろもうね、早く見つかってっていうか、まあこのがんで命は取られることはないんだろうなって思うようにしてます。私のがんは治った。朝子さんがおっしゃってくれましたね。私はがんだと思ったらすごくひどくなるけど、もう治ったっていう過去形にすればいいと。私にそういうことがあって、そういうふうにしてます。はい。さすが私そういうこと言ったんだね、昔。そうです。かなり助言していただいて、はい。ですか。こうしたらいい。そうか。私自分がそういうこと喋ったの覚えてない。でもそういうふうに私は思ってやってたから。そのアドバイスのおかげでもう今の私があるみたいな感じ。ありがとうございます。分かんないって病気になったことがない人にいくら何を言われても、なんか共感できないところがあって、でも同じ病気を経験してるのですごくここにスッと降りてくる感じです。はい。そうだよね。わかる。そうか。でもすごいですね。タモキシフェンを飲んでリュープも打っているにもかかわらず、そんなにメンタルが安定してるっていうのはすごいと思いますね。本当にもう最初はね、本当にそれこそ乳がんって言われた時はもう暗い部屋で、部屋の隅っこに行って体育座りしてションってなってました。よくそれ聞くんですよ、乳がんの人に。なんか自分の部屋でこう一人でこういう風にやってるっていう。もうそれでもう時間が過ぎるみたいな。聞く。もうなんか過去の自分に言ってやりたいですよね。そんなにヘッパンでいいって言ってやりたいです。そうか。その今ね、その不眠とか抑うつっておっしゃってたけど、不眠はなんかお薬飲んでるんですか？
それが不眠は薬飲んでないんです。寝れる？一時飲んでたんですけど、結局飲んでも寝れなかったので、そうなんだ。もういっかっていう感じです。寝れなかったら寝れなかったで、いつか寝れるやろっていう。割り切って。もともとは寝なければいけないで、そうだよね。なんていう自分で追い込んでた、寝なければいけないから早く寝ろみたいな、そうすると興奮して余計寝れなくなるんですよ。そうだよね。なのでいつか寝れるわっていう感じで、だから撮ってます。別に日中眠くなるとかはないんですか？そうですね。そんなにね、もう眠たくなることはないし、眠たくなったらもう仕事をね休んで寝ていいんです。はい。調整つけてね。すごい。いや、そんなにむちゃくちゃ寝なきゃいけないっていう感じじゃないんだったら、わざわざ寝る必要ないよね。そうなんですよ。なので、はい、そんな感じで。そうかそうか。ラフです。じゃあ、そっか、じゃあリュープリンあと2年半ぐらい？5年打つの？そうですね。5年打ちたいって先生に言おうと思ってるので、多分5年打つことになると思います。そうかそうか。どこに打ってますか？その注射。お腹ですね。下腹部。痛い？はい、まあそれはね、注射なんで若干はいいんですけど、でも全然痛くないです。私の中では。ね、手術の方が痛いし、ちょっとチクッとするだけです。数秒間。そうだよね。人生においての注射の数秒間なんかどうってことないです。はい。そうだよね。痛いと思ったら痛い。そうだ。そのリュープリンとタモキシフェンのお薬、はい。治療費っていくらぐらい、1回いくらかかりますか？ざっくりなんですけど、すいません、私病院でタカもかかってるので、乳腺以外にタカもかかってるので、半年用のリュープリンを打って診療科2つ回って3万ぐらい。ってことはもうちょっと安いってことだよね。そうですね、おそらく乳腺だけだったら。乳腺だけだと3万いかないぐらいかな。そしたら。だと思います。で別途私ノルバデックス飲んでるので、それが3ヶ月分で6000円ぐらいです。先発のノルバデックスを飲んでるので。あれだよね、リュープリンとノルバデックス両方飲んでると、ごめんなさい、タモキシフェンって言っちゃったけど、ノルバデックスなのね。はい。なんかどっちがどっちとか分かんないですよね。両方やってるから。どっちの副作用かは分かんないです。そうだよね。はい。何らかしらの何かがあるけど、なんとかなるさっていう感じです。気にしてないです。じゃあ手のこわばりとかは今は大丈夫なんですね。私で手のこわばりはなったことがないです。出てないんだ。出てない。それはいいですね。はい。じゃあ仕事にも支障がないしっていう感じですね。はい。仕事も退院した次の次の日ぐらいに普通に出勤してフルタイムで働いてたんで。そう。はい。乳がんの定期検診以外で休んだことはないですね、仕事。本当すごい。バリバリです。はい、今日はどうもありがとうございました。何か他にされたいことってありますかね？そうですね。私あまりなんでしょう、SNS で発表とか何もできないんで、これから、乳がんになられた方に言いたいです。乳がんになられた方というか、まず見つけた場合、一つの病院にとどまらず、ご自身が納得するまで、検査をしてほしいっていうのが目の伝えたいこと。そうだよね。で、2つ目に伝えたいことは、あれですね。乳がんって言われた時は落ち込むんですけど、いずれ私みたいに明らかんと押せる日が来るので、その上落ち込んでっていうのを言いたいです。
あれですね、乳がんのタイプとか、がんの、タイプっていうかね、それによっても、またいろいろ違うかもしれないんですけど、はい、酒井さんは穏やかな乳がんの、ね、がん細胞だったっていうこともあって、でもちろん全摘もされて、かなりすっきりした状態で、お薬も今ね、内服されてますし、また同じようなタイプの方にとってはね、すごく参考になると思います。はい、今日はどうもありがとうございました。引き続きまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとここで録画を止めますね。はい、ありがとうございます。